皆さんどうもこんにちは、しおりです。さて、前回のビデオに引き続き大阪におりまして、ご覧の通り純喫茶モーニング中の私です。でね、この後いつも通りはしご酒を開催したんですが、毎回地方編では視聴者さんにえりすぐりのお店をインスタで教えてもらって、でそれらのお店を私一から調べた上で自分なりに気になるお店を泣く泣く絞るっていう、そんなテンプレートがあるんですけどね。でも何せ今回は急な遠征なので、多分お店を訪ねたとてきちんと調べる時間がなくて、でただで教えてもらってるからには毎回責任を持って動画にしなきゃってポリシーなのですが、それが厳かになりそうだったので、今回はなんと自分の嗅覚だけを頼りになんとなく行き当たりばったりなはしご酒となりましたので、ちょっと心配なんだけど、ほんまなんでそんなとこ行くねん、もっととこあったわとか言われたものならば、ただただ私のセンスがないということで、よろしくお願いします。それでは始まるよ。どうですか、この風情ある店内。もうここはね、難波行ったらとりあえず朝はここで飲んどこみたいな場所ではなかろうかと勝手に思っているのですが、知らんけど。ってことで大阪編に乾杯。いつも通り HB くださいって言ったら、おじちゃんにここの HB は甘いよって言われて、ってなってチューハイにしてみたんだけど、これもこれで甘かったっていうね。ほいでまずは稲らし軽くいきたいので、野沢菜のお漬物から頼みましたが、言わずもがなですね。本日一発目の歯ごたえにさぞお喜びのご様子です。で、北と噂には聞いておりましたが、名物のカステラとおでん。いやー、この明らかに顔色が悪いカステラ興味ありません？もうこういう想像のつかないお食事の一口目って大層ワクワクするんですけど、一口目いきましたらおいしいおり。これは完璧やばいやつよ。これって何でできてるんですか？魚の好きそうだ。子供美味しいです。つまりあれですね、涼しい顔して痛風コンビというわけでして、はい、文明堂のカステラも好きだし、政宗屋のカステラも好き、そんなカステラへの幅が広がった私なのでした。で、おでんもね、春に近いとのことでたけのこ、それとも美女に惚れたシューマイ串の2本立てで行ったんですけど、茶色い食事が正義っていうのは大阪来るたんびに実感させられるみたいなとこってあると思うんだけどね、ぜひこれも大阪茶色いブラザーズに入れてあげたい。目の前に広がる茶色い田園風景、さぞかし素敵なお店でした。私は絶対おでんがある店はおでんの前の席を陣取ります。というわけでここはマストだ政宗屋、ごちそうさまでした。続きましてはこちら。いやー、ここは前日に前通った時にもう私の嗅覚がビビビと反応したお店でして、で安心の HB とやっとこさ合流からの乾杯。結論から言いますと、もう内装もお味もドンピシャにハオ、そんなお店だったんですが、まずオーダーが手書きね。しかもその鉛筆の色が緑という、もうそれだけで愛おしゅうて、緑は目にもいい色なのでね、たくさん見て損はさせません。こうしてきました、名物串カツ大阪ってなったのもつかの間、これは何ですか？こやつ何を頼んだか忘れております。ごめんなさい、自分で頼んどいてください。優しい店員さんに教えていただき、無事明瞭になったところで
いただきます。でね、大阪串カツっていうと二度漬け現金っていう一斗缶じゃないか、ドボンって漬け込むソースを思い浮かべる素人なんですけど、ここはタラリラタイプなんですね。なのでだからこその素材の味をよく味わうことができると言いましょうか、衣が辛くてポイポイ食べれるとも言いましょうか。たくさんはしご酒したい私にとって完全ハオポイントでしたね。でここのお店は70年ほどこの場に佇んでくれてるみたいで、もう道理で感じる厳かな雰囲気にもかかわらずとってもリーズナブルで、しかも店員さんも若い方も働いていらっしゃって、とっても気さくで、全然私みたいなペーペーでも一人飲みしやすい、そんなお店でした。今回はさっきのお店で少し食べちゃったから食べなかったんですが、おでんも有名みたいなのでね、串カツとおでんなんて絶対みんな好きでしょ。がっつり食べたい人は串カツ食べて、軽く食べたい人はおでんが食べれる、そんな使い勝手の抜群なお店でございました。というわけでごちそうさまでしな。こうして3軒目、立ち飲みにてカロリー消費をしていきたいとの魂胆です。ここは何の気なしに入ったこのエモめな小道で、そこに現れるこじんまりとしたお店だったんですけど、一番乗りで入れちゃいました。ラッキーってなわけで乾杯。でここは飲み終わった後に気づいたんだけど、昆布が推しらしいお店で、昆布焼酎なるものが人気だったみたいでして、はいで、美味しそうなお魚メニューが充実する中、選ばれたのはホタルイカの酢味噌和え。多分そろそろ皆さんお気づきでしょうが、彼女は酢味噌和えに目がありません。ホタルイカはもちろんうどとかもあると頼んじゃうな。春感じられるしな。でお次はフグの煮こごり。もうフグの煮こごりをこの立ち飲みでこの価格でいただけるなんてと思い即頼みだったんだけど、見てよこのプルプルツヤツヤ、もうこの中に入りたい。ビジュアルはもちろんお上品なお出汁のお味で、そこから喉越しまでパーフェクトなフグの煮こごりに、もう私は毎回日本のわびさびを感じております。で毎回好きあらば店員さんと交流を企んでいる私なんですが、ここね、なんと渋谷にある大好きなマルコ、そして高円寺のまんまジーマとかの系列で働いてた方が大阪にオープンしたお店なんだって。もうそりゃあ間違いないぞと、そりゃあいい店だわと。でこの後もズンズンと人が入ってきて満員御礼って感じだったので、早めにお邪魔できてよかったなと、そんな一心でした。というわけでぬるっと立ち飲みお邪魔しました。締めは何を食べたでしょうか。やっぱり大阪来たからにはお好み焼きかたこ焼きは食べたいなと思って歩いていたら、先ほどの小道のところにありましたお好み焼き屋が、ほな乾杯。なんかこの間の広島編に引き続いてお好み焼きついている私なんですが、やっぱりこの鉄板の前でいただくっていうのが、これがたまらないわけでして、だからこそ鉄板焼きこそカウンターで食べたいじゃんってことはだよ。ってことは一人で来れば絶対カウンター。これはもう価値格ですね。でまずグッツグツの土手煮が来まして、おすすめ聞いたら今牡蠣の土手煮がありますよとのことで、私無類の牡蠣好き。これをおつまみにお好み焼きが焼き上がるのを待ちます。熱そうだ。熱いに決まってるよねこんな。
でこの湯気と見た目だけでわかるうまいやつやんとの話だったんですが、甘めのお味噌に牡蠣がたっぷりと使っておりまして、もうこりゃお酒に合う。美味しいですよ。でここはあれだよ、お好み焼きだけじゃなくてこういう鉄板おつまみ系が豊富だったので、なんならお好み焼き食べなくてもいいんじゃないかくらいの気になるおつまみたくさんでした。でここからが今日の動画のハイライト。青のりを振って、これ私のどこ行っちゃうの、行かないでってなったら鉄板にワープ。そうしてきました。定食かのように、はいお待ち。なんていうんだろう、絵画みたい。最初にガバガバガバって切っちゃうとソースが全部飛んじゃう。そうですよね。食べる分だけ切り反応。はいはいはい。そうします。わあ美味しそう。店員さんのアドバイスをもとに、前回の広島で感動したヘラ食いの美味しさを胸にヘラでいただきます。これまた美味しいおり。何なんでしょうこれは。ふわふわほかほかほわほわ、全然重たくありません。美味しいです。ありがとうございます。これ鉄板で出すことは多いんですか？いや、これはもう特注なんで、こういう出し方なかなかないですよね。そう、この特注だそうなマイ鉄板で食べるおかげで最後まで永遠とあちあちなのね。なのでこれさえあればもう自由に持ち運んで寒空の下で食べることだって可能というわけですね。それでここのお味はもちろん店主さんのお人柄も超素敵。あと海外の方も多くてね、なんというか日本の鉄板焼きを楽しんでいる方々を横目に食べるってのも雰囲気が増してよかったなと思ってます。はい、というわけで本当に粉物なの？べったりソースかかってるのにとなるくらいお上品で軽いお好み焼きをペロッと完食。いやはや素敵なお店でした。大満足です。路上たい焼き in ナンバーを開催してるんですけども、大阪夜まで開いてるたい焼き屋さんが多くない？もうそれだけで好きです。はい、今回とてお付き合いありがとうございました。みんなの力を借りずとも素敵なお店に巡り会えたなと自信満々なんですが、ぜひね次回はもうちょいゆっくり行きたいので、ここおすすめだよみたいなあったらひっそりこっそりと教えてくださると参考にさせてください。天満ってところもおすすめされたから行ってみたいんだよね。今日も京都で楽しい大阪でした。明日はお笑いを見に行ってきます。というわけでこれにて大阪編幕閉じです。みんなありがとう。次のビデオで会いましょう。じゃあおやすみ。